はい、皆さんこんにちは。天野ゆりかです。はい、今日はですねこちらの神社にお邪魔しています。はい、こちらでですね、昨日ね一泊させていただきました。神社に泊めてもらうことってすごく初めてなので、ちょっとねドキドキしたんですけれども、本当にここのね神社さんすごく、素晴らしい聖域になっていて、本当に清々しい感じの場所なので、ものすごくよく、寝させていただきました。でちょっとした夢も見たんですが、昨日ねこちらのネギさんとお話をいろいろとさせていただいて、もうそれこそ、3時間半とかずっと2人でね喋ってたんですけれども、神社って、どういう場所かなっていうのそれぞれ捉え方違うと思うんですが、すごく宇宙につながる場所だよねっていう話をネギさんとさせていただいていました。でそのお話がねものすごく面白かったので、また何かの機会にねこちらで、何かできたらと思うので、よかったら皆さんも参加してみてください。で実はですね、先ほどあそこの、中でワークショップをさせていただいて、まず正式参拝を、させていただいて、そのネギさんの、払いの祝詞を聞かせていただきました。で昨日ねお話してる時に、その神道において何が一番重要なんですかっていうお話を聞いたら、払いがねとても大事っていうふうに言ってました。払いっていうのでちょっと検索してもらうといろいろと出てくると思いますが、心身の払いもそうだし、こういう場所とかもね綺麗に整えるとかね、そういった感じで、心も体もオーラも、エネルギーもね全部綺麗に整えていくこと、それが大切なんだろうなみたいな話を、聞いてて思いました。で、先ほどはその正式参拝の後に中で、公開チャネリングっていう形でいつもトークライブでやっているいろんな質問を受けて、それにお答えしていくっていうのをやってたんですが、今ね皆さんちょっと社務所の中で、ワークやってらっしゃるので、ちょっと抜け出してここでね、YouTube を撮って皆さんにお届けしようというふうに思っています。こんな感じで私はいろんなところでトークライブとかやってたりするので、よかったらですね概要欄にいろいろやってるイベント書いてありますので、ぜひ会いに来てください。今日も27人の素敵な方たちにお会いできてとても嬉しかったです。はい、de bazı prakashmeti eteishi de bishram korba de teshi de korba de te eteki and the matprante to shoot the academy it big makara makeでし、いろいろと今お話バーってされたけれども、その中で言ってることっていうのは、このライトランゲージとか、自分自身でさねチャネリングとか宇宙意識を通じていろんなメッセージを受け取っていくことっていうのがすごく大切な時代になってきますよっていうふうに言っています。メットバカでそう要するに、誰かの情報ではなく、自分自身がどう感じているのかとかどう考えているのかっていうことをしっかりと、受け取っていくことっていうのはすごく大切なことで、多くの人たちがねやっぱり自分自身に、自信がないと自分の考えていることとかその情報みたいなものをこれでいいんだっていうふうに、信じてね行動していくことっていうのがなかなかできなくなってしまうと思うんだけれども、でも人生っていうのはそういうものじゃなくて、自分自身がどう感じるのか、どう捉えるのかっていうことの方が実はね何が正しいかっていうことよりもとても重要なんですよっていうことを伝えています。例えばねここに大きなご神木がね立ってるんですけれども、このご神木自体は極端なんですね。自分が何者なのかということを知りません。であったとしても、光を浴びて、太陽のエネルギーを受け取り大きく上に伸びていくことによって、そのものになっていく、その、木という性質自身になっていくのと同じように、あなたたちも、生きてるだけでそのものになることができるんだっていう、すごくそういう単純なものなんだよっていうことを言っています。
けれどもね、人間っていうのはいろんなことを考えて、ある意味正しさとかね、こうあるべきとかね、そういったところに寄せていってしまうんだけれども、人生をねそういうふうに寄せていくっていうことをしていくことが本当に楽しいのかどうかっていうことを自分に問いかけてみたらいいですよっていうふうに言っています。例えばアメリカっていう状態でいられるっていうことは、もしかしたら永久に続くものではないかもしれないじゃないですか。パラレルワールドっていうと永久につながっていく可能性もあるんだけれども、その、例えば自分自身の与えられたその時間とかタイムラインみたいなものが、どれくらいあって、それをどんな風に使っていくのかっていうこと自体があなたの、選択、自由意志で決めていける部分だとしたら、あなたはこの人生の時間を何に使いたいですかっていうことを考えてみましょうって言っています。例えば人間関係を構築していくことっていうのを人生のテーマに置いて、それをやっていくのもいいし、自分の限界に挑戦していくことっていうふうにテーマを決めて、自分の限界に、チャレンジしていくような何かをやってみるのもいいし、自分がそれこそお金が好きなのか、それともその精神性が好きなのかっていうことに迷っているのであれば、その両方をやってみて、実際に自分が何を好きなのかっていうことを見出していくっていうことを実はやればいいだけなんですよっていうふうに言っています。そういった形で自分の人生を自分の知りたいこととか体験したいことっていうことに満たしていくことができれば、実はね悩んでる時間なんていうものは必要ないというか、頭でぐるぐる考えてそこでシミュレーションしているっていう時間自体が必要のないものだっていうことが分かってくるでしょう。それくらい人生というものはとても、シンプルなものです。例えばね、こうやって出かけてきて、今日もねイベントにたくさんの方が、あまねに会いに来てくれてますけれども、そこで交わされる会話であったり、その方が微笑んでくれるだけで、私もとても嬉しいし、多分ねその方も私に会うっていうだけで喜んでくれたりもするんですけれども、そういったエネルギーの交換というか、ただ挨拶をしたり、握手をしたり、そういった触れ合いだけでも私たちのこの世界っていうものは十分幸せなエネルギーで満たすことができるし、それ以上もしね何か必要があるのであれば、それをやってみたりねするっていうことによって、自分の人生はいくらでも変えていく、膨らましていくことができるんですよっていうふうに言っています。そしてチャンスっていうものは実は無数に落ちていて、マウトパーカーであなたが望もうと望まざると、勝手にね自動的にたくさん現れていって、それに対してねあなたがどんな反応をし、何を見ていくのかっていうことだけがすごくね、その体験自体を変えていく要素っていうふうに言うことができるでしょうっていうふうに言っています。今ね自分でチャネリングしていて思うことっていうのは、確かに私今日ですね、昨日かそちらのね社務所に、泊まらせていただくっていう選択をもらったし、金沢のホテルに泊まるっていう選択もあって、その中で社務所にね泊まらせてもらえる機会なんてほぼないので、神社のこの敷地内にね、実際にはここがどういう神社なのかも知らないできたんですけれども、そこに泊めてもらうっていうことが何が起こるのかっていうことが全くわからない状況だけれども、ある意味好奇心で泊めていただいたことによってすごく素晴らしい体験をさせていただいています。でもうとにかくね私が大好きなことっていうのは知らない人に会うことなんですよね。しかももうそれこそいろんな経験をしてらっしゃる方がいて、その人たちと交流したりお話を聞いたりとかねすることが本当に幸せで、やっぱりそうやっていろんな体験を自らしてらっしゃる方とかね、いろんなところに出かけていったりしている方っていうのはとても面白かったりもするので、その中で自分の気づきもお話ししたりね、向こうの方の言ってることをお聞きすること自体が私の人生にとってものすごい幸せだなっていうふうに思います。そうだから本当はそれをね分かち合える人と一緒にいられると本当にさらにね幸せだなっていうふうに思いますけれどもね。
はい、ということで私はいろんな人たちと友達になったりとか、いろんな場所に出かけていったりとかいうことをしています。はい、ということです。Nime coach academy hindi proのまたかけてエンティケーシーまあコーチかけ同じ場所に出かけていったとしてもね、それこそその時にしかできない経験っていうものがあって、Nime coach academy同じ同じことが起こるということは実はない。ただ、自分自身が慣れすぎてしまっているとそこで、なんだろうな、変化というかを感じずに毎日毎日同じことが起こってるみたいな感じで捉えてしまうので、こうしばかでしみてもう本当に今この瞬間にあるものっていうのを大切にしていくことによって人生っていうものは何倍にも何倍にもハッピーにしていくことができるんですよっていうふうに言っています。はい、っていうのが、今日のですね、メッセージです。はい、そして、ですね、昨日ですね、私は実は、猿田彦さんっていつも言ってるんですけれども、要するに導き手に出会っていろんな場所に連れてってもらうんですけれども、ここは石川県なので、それこそ能登の方は1月1日に震災にあった場所です。でそこのね、場所をずっとこう通らせていただいて、で、行くべき場所、導かれる場所に行って、祈りを捧げてきたりとか、メッセージをたくさん受け取ってきました。でそれこそ昨日はですね、昨日私が行ったので、一昨日は、天皇と皇后陛下が穴水市というところに、来ていて、で私たちもちょうど、そこに合わせたわけじゃないですけれども、そこに行って案内してくれた方がね、被災された地域の方だったので、そこでですね、ちょうどねそのお知り合いの方に会ってお話を聞けたりとかして、でものすごくこう落ち込んでられたらね、すごい私たちもなんて言葉をかけたらいいのかっていうのも本当に全くわからないんだけれども、本当になんだろう、なんて表現したらいいのかな、どの表現してもなんかちょっとね違う気がするんですけれども、本当に前向きっていうのが一番正しいかも。もちろんね、ちらっと裏では泣いてるんだよって奥様の方はおっしゃってたので、全部ではない、もちろんね、けれども前向きにこう立ち直っていこうっていう姿、もう全部前回のうちの方でしたけれどもしてらしたっていうのを、お話をね一緒にさせていただいて、それがなんかすごい救いになりました。でその場所でもね、本当にもういろんなメッセージを受け取って、結局はね私が一番印象に残ったことっていうのは、その本当に崩壊した家屋、そうです、町全部が1個潰れてるみたいな場所もありました。そこにちょうどね、金沢今桜が満開なんですよ。素晴らしい、本当にピンク色の素晴らしい桜であったり、もう本当に黄色のすごい生き生きとした菜の花が、その津波が起こった後に、もう本当にいつもと変わらないようにね咲いてるんですよ。そのコントラストがすごく印象的で、その人の消えた街と、それでも生き続けている、もしくはもっと元気になっている自然っていうものを目の当たりにした時に、本当に命っていうのはすごい力を持ってるんだなっていうふうに感じました。はい。で、それよりもっと先の方に行くと、いろんな本当に導きが入っていろんなお話を聞けたりもしたんですけれども、実際に海が、海っていうか、隆起しましたよね、能登のところね。その隆起した部分っていうのも、見ることができました。海の部分ですね。岩がこれくらいだったのがこれくらいまで上がってるから、もうこれくらいになってるんだよね。要するに、海だった場所が陸になってます。本当にそうだから、こんなことがね、それこそ、昔話とかね、いろんなところに書いてある、例えばセドナも海だったって言われてたりするようなところに、その情報っていうのはもちろんあるけれども、それを読んだとしても、あ、そうなんだ、セドナ海だったんだっていうレベルで終わっていたものが、実際に本当に起こるっていうのを目の当たりにした時に、
なんか結局私たちはまだ物語の途中にいるんだなみたいな感じ。要するにだから短い人生の中で感じてるだけで、長いスパンで生きていればそれこそセドナが隆起するぐらいの出来事っていうのがこの世界で起こってるんだなっていうことを、その能登のね隆起した地面を海面ですね、海底だった部分が海面になったみたいな、海面じゃないですね、もう陸地になったっていう、そういったものを見せていただいて、感じたりもしていました。はい、ということですね。そう本当に地球は動いているし生きていると思います。そして人間の意識の中では捉えられない宇宙的な真実っていうものがやはり存在しているなっていうふうに思いました。そうある意味そこで、流れていったもの、もちろん亡くなられた方というものももちろんあるし、あとエネルギー的に、滞っていた部分が解放された部分っていうのもやはりあって、その、両極端な、コントラストっていうのを、見てきたっていうのが今回の旅です。そこでですねすごい祈りっていうものも、させていただいたし、それ以外にも、縄文人たちがね住んでいた場所っていうのも行かせていただきました。はい、そんな感じでですね私は、メッセンジャーとしていろんな情報をね皆さんにお伝えしていければいいなというふうに思いますけれども、なかなかYouTube では語れないこともたくさんありますので、よかったらね講座とかイベントとか、リトリートとか参加して、会いに来てください。はい、ということで今日はねこれで終了したいと思います。いつも皆さん本当にありがとうございます。ご一緒できることを嬉しく思います。またお会いしましょう。どうもありがとうございました。またね。動画をご覧いただきありがとうございました。この動画がいいなというふうに思ってくださったら、いいねボタンやコメントをぜひ入れてくださいね。皆様の声をいつも楽しみにしています。私の公式 LINE では、宇宙の法則を楽しみながら学ぶをテーマに、すごろくやクイズが楽しめたり、イベントのお知らせなど盛りだくさんで配信しています。よかったらあまねの LINE 公式アカウントに登録をしてくださいね。詳しくは下の概要欄にあります。それでは皆様、最後までご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。またね。